イザーク・ジュールとその登場奇襲。イザーク・ジュールはテレビアニメ「機動戦士ガンダムシード」シリーズに登場するキャラクターです。機動戦士ガンダムシードの物語ではデュエルに登場してキラ・ヤマトのストライクやアークエンジェルとの戦いを繰り広げ、後半ではザフト軍のエースパイロットとしてヤキンドゥエ攻防戦を生き抜きました。そしてその後機動戦士ガンダムシードデスティニーでもザフトのエースとして物語を支えました。しかし本来は物語の途中で戦死する予定だった人物でもあります。今回はそんなイザークとその登場機について解説させていただきます。貴様、またこんなところで何をやっている。まずイザークはプラント最高評議会議員エザリア・ジュールの息子です。コーディネーターであり、当初はエリート気質でプライドが高くて好戦的な性格をしており、ナチュラルを見下していました。そんなイザークはクルーゼ隊の一員として地球連合軍が極秘開発する GATX シリーズの一機であるデュエルを奪取して戦いを繰り広げていきます。 GATX-102 デュエルはオーブ管轄の資源コロニーヘリオポリスで極秘開発された機体のうちの一機です。ヘリオポリスで極秘開発されていた機体群は初期 GATX シリーズと呼ばれており、地球連合所属国家の大西洋連邦とオーブ連合出張国のモルゲンレーテ社との共同で開発した新型試作機となります。この機体群は前期が特殊装甲のフェイズシフト装甲を採用しているので、一定のエネルギーを消費することで実弾兵装のような物理的衝撃を無効化できます。デュエルは初期 GATX シリーズの中で最初に完成した機体で、対モビルスーツ白兵戦に主眼を置いて軽量にすることで機体の運動性や汎用性が高められています。そのためデュエルは全ての GAT シリーズの母体ともいえる機体になっており、他の4機はデュエルをもとに各々のコンセプトに特化して開発されています。武装としては東部バルカン砲イーゲルシュテルン、グレネードランチャー装備高エネルギービームライフル、そしてビームサーベルに対ビームシールドといったシンプルなものを持っており、デュエルという名の通り高い運動性能を生かした白兵戦を基本戦術としています。なお本編には未登場ですが、レールバズーカゲイボルグも存在します。こちらはイザークがヘリオポリスでデュエルを強奪した後、アストレイゴールドフレームが使用することになった兵装です。劇中ではイザークはアークエンジェルを襲撃し、キラ・ヤマトが狩るストライクとも幾度も戦闘を行います。しかしストライクの攻撃でデュエルが損傷し、イザークは衝撃で割れたヘルメットのバイザーの破片で顔に大きな傷を受けてしまいました。顔の大きな傷はプラントで感知可能でしたが、イザークは自身の復讐の証という意味とストライクによって奪われた仲間の敵を取るという二重の意味を込めて傷跡を残して戦い続けることにしました。ストライクめ、アサルト・シュラウドが貴様に屈辱を晴らす。こうしてイザークの再出撃と同時に回収された機体がデュエル・アサルト・シュラウドとなります。アサルト・シュラウドとはザフトが開発していた第1世代モビルスーツ用強化パーツをデュエル用に再設計して装備した追加装甲となります。アサルト・シュラウドはフェイズシフト装甲ではありませんが、機体の防御力は向上したので、それを生かした強襲戦闘力が上がりました。なお後年に開発されたブルデュエルはデュエル・アサルト・シュラウドと似た外観をしていますが、こちらの装甲は一体型なので着脱はできない代わりに全体がバリアブルフェイズシフト装甲となっています。アサルト・シュラウドは追加装甲による機動力の低下を防ぐために高出力スラッサーを搭載していますが、それでもデュエルが約60トンだったのに対して総重量が100トン近くになるので重力下での活動が制限されます。そのため地上では基本的にサブフライトシステムに乗って作戦に参加しています。武装としてはまず右肩部に追加されたレールガンシバーを持ちます。速射性に優れており実体弾を射出します。なおこの技術をもとに後のフリーダムのクシフィアスレール砲が開発されています。また左肩部にはバスターの剣部ミサイルを参考にしたミサイルポッドが搭載されています。一見フェイズシフト装甲に対して有効な兵装ではなさそうですが、ストライクのビームライフルをシバーで撃ち抜く様子が描かれています。劇中ではストライクを狙うも大気圏付近での戦闘では避難民が乗った非戦闘用シャトルが邪魔して撃てなかったことに苛立ち、そのままシャトルを破壊します。地上では砂漠戦で
宇宙との環境の違いに苦悩する様子も描かれました。そしてストライクとアークエンジェルを再び攻撃する際はストライクを追い込みますが、右足を撃たれて戦線離脱しました。その後ストライクを撃ったアスランと共に帰投します。当初はアスランと険悪な仲でしたが、ニコルを撃たれた際にアスランの心境を知ったことから2人の関係は和解しており、アスランが戻った際には貴様、どの面下げて戻ってきやがったと言いつつも笑顔を見せるというツンデレキャラっぷりを発揮していきます。その後はまず連合本部アラスカ侵攻作戦に参加しました。アークエンジェルを狙うイザークの前にフリーダムが現れ驚愕しますが、コックピットを切られたと思ったら足を切られて殺されなかったことから敵を殺さない戦いを知ることになります。こうしてダナマ攻略戦ではザフト軍の主力として戦いますが、戦略兵器グングニールによって動けなくなった連合軍を虐殺する友軍を見て軽蔑する様子が描かれており、シャトル撃墜の時とは真逆の考えが感じられるようになっていきました。また宇宙での戦いではアークエンジェルと共に戦うバスターの中にリアッカが乗っていることを知り、殺し合っていたキラとアスランがかつての親友だったことを知り、戦争とは何なのかについて考えていきました。こうして最終決戦となる第2次ヤキンドゥエ攻防戦ではジュール隊隊長となり、ザフト軍人でありながらもただ敵機を撃墜するだけではなく、第三勢力である三赤同盟のカガリーラース派の窮地を救います。さらにアサルトシュラウドを破壊されつつも即座にパージして切り込んでフォビドゥンを撃墜するというデュエルの白兵戦闘力の高さを見せつけました。さらにはバスターの超高インパルス長射程狙撃ライフルを使用してベイダーも撃墜し、地球連合軍の機関ドゥーリットルをも撃沈するという多大な戦果を挙げました。またその後はアークエンジェルで補給を受け、ストライク用のビームライフルとシールドを装備している姿が見られます。なおこうしてデュエルの戦いは終わりましたが、デュエルの機体構造や兵装の構成は後の連合製モビルスーツの基礎となっており、量産機のデュエルダガーが生産されています。こうしてイザークは終戦後つきものが取れたかのようにわざと残していた顔の傷跡も消し、プラント最高評議会議員としてプラントと地球側の和平条約締結に尽力していきました。その後機動戦士ガンダムシードデスティニーの世界では再びジュール隊の指揮官として戦いを繰り広げていきます。最初に登場した機体が青いパーソナルカラーのスラッシュザクファントムとなります。ザクファントムはザクウォーリアの上位機種で指揮官用に配備される機体であり、ザクウォーリアから通信機能が強化されているので頭部にブレードアンテナが追加されているほか、両肩部にシールドが取り付けられています。走行はフェイズシフト走行ではないものの大気圏の突入に対応する堅牢性を持ちます。また様々な作戦や戦場に対応するように一つの機体で様々な兵装を装備できるウィザードシステムを採用しています。イザーク機はハイブン、ハイドラ、ガトリングビーム砲を搭載し、ビームアックスを装備した近接格闘戦型のスラッシュウィザードを搭載したスラッシュザクファントムで戦いを繰り広げます。劇中ではユニウス7落下を阻止するべく出撃した際にテロリストやファントムペインの襲撃を受けますが、リアッカや偶然再会したアスランと協力して見事な連携を見せ、圧倒的な強さを見せつけていました。うるさい、今は俺が隊長だ、命令するな民間人が。その後イザークの出番はあまりありませんでしたが、終盤戦では専用パーソナルカラーの白いグフイグナイテッドで登場しました。フライトユニットにより高い飛行能力を持つ機体で、武装としては短射程ながら高い威力を誇る両前腕に内蔵されたドラウプニル4連装ビームガン、小型の対艦刀テンペスト、ビームソード、そして両前腕部内に収納されているスレイヤーウィップという近距離戦に特化したものを持ちます。イザークは専用グフイグナイテッドに登場し、月面ダイダロス基地に逃亡したロードジブリールが展開する部隊の追撃を行い、その後はレクイエム中継ステーションの破壊へと向かいました。アスランのミーティアが攻撃されるところを救い、エターナルはザフト艦という建前のもと、オーブ軍クライン派同盟に加勢して戦いました。ということで以上、イザークとその登場機についてでした。余談ですが、イザークは当初は非戦闘シャトルを撃墜するなど残酷な性格が見られましたが、徐々に性格が変化しツンデレキャラとしての地位を獲得しつつも
大きく活躍を見せたキャラクターとなりました。しかし、機動戦士ガンダムシードの当初の予定では、残忍な性格のまま終盤に戦死する予定だったものの、声優の関智一氏の演技が好評で人気が出たので、最後まで生き延びたということが明かされています。手を貸せと言った覚えはないはずだが、礼を言っておく。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。